グータラズです。今日はね ER34 それのね作業動画上げていきます。今回はね、車庫帳買おうと思ったんだけど、何せね金がない本当に。いやレストアってめちゃ金かかります。だからね、今ついてる車庫帳をきれいにしようと思って、抜けもないしね、金もないしってことでさ、ただすんげえ錆びて、これ見て、こんな錆びてんの、これ使えんのかよと思うぐらい錆びてるでしょ。でね、シートは回ります。シートは回ったんですよね。でこの他にね、フロント側、これ取るの忘れたんだけど、フロントのシートが砂噛んじゃってマジで取れなくてね、3人がかりでやっと外したんですけどね、その風景は撮れていませんすいません。まずね、車庫帳、リアの車庫帳を外します。本当に買おうと思ったんだけど抜けがないんですよね。ただただ錆びてるだけ。オイルの漏れもないし、これ使えんじゃねえかってことでね、綺麗になれば使おうと思って外してるんですけどね。一時ね、全部外していきましょう。そう、リアシートを外さないとこれね見えてこないんだよね。アッパーの部分がね見えてきません。なのでね、リアシートを外します。ここまでね車外に出さなくてもいいんだけどね。そう、下側にあるんだよね。スピーカーだとかのそのボードの下にあるんですよ。だからこう手突っ込めてね撮ってます。あの辺の生地の張り替えもねしなきゃダメだな。中アルカンターラなんですけどね、もう赤って日に焼けちゃってすごいですよね。これずにまた赤にするんですけどその動画もねまた上げていきますんで。でね、アッパー取れたらね、下のナックルの付け根っていうのかな、あれはねちょっとナックルにかけておいた方がいいです。アッパーのナットを取れちゃうとねゴゴンと落ちてきますからね、ちょっとねナックルに引っ掛ける方がいいです。見てこの錆び、すごくないですか。すごいよね。いやすげえなと思って本当にちょっとひでえな。ちょっとどんどん分解していきましょう。まずね、アッパー外します。この辺はねインパクトで外した方がいいです。一気にこうガッと回す感じの方がいいですよね。遠回りしてくる場合もあるんでね。そう、ダストブーツはもうダメだね。これはぶっちゃけてます。この車庫帳はあれですわ、 H ケースのハイパーマックス、しかも1懐かしい1、多分1だと思うんだこれ。それのねバネ式です。フルタップじゃないタイプですね。なのでこのダストブーツはね結構売ってるのでね、後で買っておきましょう。そう、ここに抜けチェックしてます。一応ね、この状態でね抜けてないなって思ったんですけどね、しっかりね戻ってきます。戻りはあります。1本だけねなんか戻りが遅いやつがあるんですけど、まだ大丈夫でしょう。このままね使っていきます。って言っても錆びてるからなそうそう、オイルの漏れもなかったからね、使えると思ってね使い回ししていくんですけど、この錆びほんとひどいな。どうすりゃここまでなんだろう。そう、シート回す前にね必ずこの砂だとか錆びだとかホコリしっかり取ってください。がっちり砂噛んじゃうとねマジで大変ですから。でね、綺麗にしたら意外と綺麗になるんだよね。意外と綺麗になるなと思ってました。そしたらね全部ね分解していきましょう。この車庫帳古いですけどね、なんかバネレートもちょっと変えてあるみたいで、フロント12キロだっけな、前がフロント12キロのリアが8キロかな。8キロにヘルパーがね組んであります。まだまだ使えそうな感じですけど、とりあえずそこまでね下げて乗ろうって気持ちもないので、バネ式で
ロールセンターアジャスター組んでバネ式で点下げして乗ろうかなって思ってます。そう、サビやばいでしょ。もう手ではねどうにもできんでね、もうサンダーでやります。ワイヤーブラシねつけてガンガンこすってみました。回してガンガンこすってみました。したらどうです？結構綺麗になるよね。これメッキなんですけど、いや結構綺麗になるんなと思って、多分ねそこまで錆びてはなかったんでしょうね。なんていうのかな、いろんなものがこう付着して、鉄粉だとかそういうのが付着して、それがなんか錆びてる感じです。メッキの剥がれありますけどね、そこからこうなんていうのかな、鉄粉だとかが少しこうついて、それがこう錆びをこう広げて、そしてこれを抹茶茶にした感じだと思うんだけどね。だからね、根気よくね磨いてあげたら本当に綺麗になりました。結構綺麗になるなと思って、ほら結構時間はかかりましたけどね。で皆さん、このサンダーのワイヤーブラシやるときになんかねこう防具をつけといた方がいいです。ワイヤー飛んできますんでね。でゴーグルもねつけた方がいいですよ。ゴーグルつけてないけど俺はゴーグルはねちゃんとつけましょう。あれワイヤー本当に飛んでくるんですわ。だからね本当に気をつけた方がいい。ほらこの使い方とか一番危ないよ。目に飛んできますからね。ちゃんとゴーグルした方がいいですよ。ってことでね、ほんと綺麗になった。だからこの目の前のこのなんて壁を作ってるんですよ。あれね、ワイヤーがすごい刺さるんですわ。あれね、本当に気をつけた方がいいです。そう、フロント側はね、そんなにね、錆びがなかったです。そこまで錆びてなかったんですけどね。一応やっときました。でね、洗浄していきます。こんな時もうね、水洗い。洗剤つけてジャブジャブ洗うだけです。ただね、天日干しして、いやーほんと綺麗になったな。あんなサビサビだったのに。まだねバネとか錆びてるとこ塗装の剥がれあったんで、塗装の剥がれもね綺麗に剥いで、錆びてたとこはねそこにねちょっと補修していきます。そう、錆びキラー塗ります。こいつ本当になんていうか馴染みがいいです。錆にね、錆転換剤ですからね、本当に錆に乗ってくれる。錆びてるところにこれめっちゃいいです。本当にこれいいですよ。でね、黒って書いてるけどガンメタっぽいんだよね。だからねちょっと色の違いはあるけどね、いいやと思って。そう、アッパーもね錆びてたんです。アッパーはアルミなので、そのアルミ特有の錆、白い粉吹いちゃって、そこにも錆びキラー効くのかなと思ってやってるんですけどね、多分効かんなこれな。そう結果ね、そうスプレーで塗ったこの方が早いんだもん。アルミの錆だからね、アルミの錆、白い粉を全部落としてねスプレーで塗りました。めんどくさかったからこれでいいやと思って。そうコーティングします。メッキだからね。この間買ったんですよ。メッキングとかってやつ。アルミじゃないや、メッキの錆も落としてくれるらしい。それを落としてこの上からコーティングをするんですって。すげえなと思って。そうコーティングをしてあげて、でねなんか放置するみたいです。そうするとこのメッキを保護してくれるって書いてましたな。24時間は水につけちゃダメって書いてました。濡らしちゃダメって書いてました。それで効果時間あれしてるんでしょうね。持たせてるんでしょうね。効果のほどはどうかまだ分かってませんけど。そう楽しい組み付け。ほんとこれ楽しいよね。俺車庫帳の組み付けってすごい好きなんですよ。本当に個人的な感想ですけどね、すごく好きなんですよね。車庫帳の組み付けってなんか楽しいですよね。なんかきっちり足回りを組んでいくっていうのがすごく好きなんですよ。だから無駄に車高を変えたり足回りのそのセッティングを変えたり結構するんですけどね、すごい楽しいんですよ。でね、組み付け終わった後なんですけどね、ダストブーツ届きました。これはね1ケースでね売ってます。
2つフロントとリアセットで6000円ぐらいしてかな。高いよね。まあさすが HKS さんですわ。まあね、ダストブーツつけといた方がね、ゴミの侵入もね、防げますからね。でね、こんなに綺麗になった。見てください。これだったのがね、もうほんとこの時は、直せんの綺麗になんのかやと思ってたんですけどね。それが今やここまで綺麗に、ほんと綺麗になったな。本当に綺麗。まあね、ヘルパースプリングは上に移動しました。下につけるとどうしてもゴミとかね、砂利が溜まりやすいんでね、上にしてね、組むことにしました。まああれだけね、汚かったのはここまでね、綺麗に復活させることができました。本当に綺麗だな。まあね、スカイラインの作業、着々とね、進んでいっております。この他にもね、本当に動画、本当に今溜まってるんでね、どんどんまあ、いろいろアップしとこうと思ってね、スカイラインも時計もすごい溜まってるな。まあね、やっぱりこのレストア作業、そしてカスタムを並行していくとなると、結構お金かかるんですよね。だからまあ、削れるとこは削って、使えるものは再利用していってね、やっててます。まあ、こんなに綺麗になるとは思ってなかったけどね、すごい綺麗になったな、本当に。まあ、この車庫帳 1KS のハイパーマックスなんですけど、バネ式なんですよね。まあ、バネ式なんでフルタップではないので、そこまで車高をね、下げれるっていう感じではないんですけどね。ちょっとまあ、バネ式のその特性を生かしながら、で、まあ、ヘルパーを組んだり、あとは、ロールセンターアジャスターを組んでね、ちょっとまあ、一番低い状態って言いつつも、このね、しっかりとしたその足を作っていこうかなとは考えてるんですけどね。これから先、また、A アームだとかローアームも買ったんでね、その加工もまたどんどんしていきます。ということでね、スカイラインの作業、どんどん進んでいきました。進んでおります。この先もね、またどんどん動画出していきますんでね、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに